あなたは初めて仕事をした日のことを覚えていますか？ 18 世紀フランス・パリの市庁舎前広場。その日、広場中央にある高い台の周りを群衆が取り囲み、台の上には緊張した面持ちの若者が佇んでいました。若者の傍らには両手を縛られた泣きわめく女性が。若者は手を震わせながら女性の首に縄をかけました。そして次の瞬間、女性は命を絶たれたんです。そう、実はこの女性、夫を殺害した罪で絞首刑に処されていました。そして刑を執行した若い処刑人は後に人類史上最も有名な処刑を執行したことで歴史に名を残す男、シャルル・アンリ・サンソン。彼はこの日初めて処刑を任されたんですが、なんとこの時わずか15歳だったんです。15歳から罪人を処刑していたシャルル・アンリ・サンソン。人類史上最も有名な処刑人はどんな人生を歩んだのか。そこには激動の時代に翻弄される悲しい運命がありました。おそうっす。コロナ明けたらジョージアと台湾はレミヤミコです。韓国もいやヨーロッパアジア行きたいです。ケンちゃんです。本日ご紹介するのは歴史上最も有名な死刑執行人シャルル・アンリ・サンソンについてなんです。もう言いづらいったらあれしない。シャルル・アンリ・サンソンもシャルル・アンリ・サンソン、そんな言いにくくないの？言いやすいわ、どっちかってさ。彼の生涯を追うことで死刑制度そのものについて考えるきっかけになるんです。メトラの皆さんもぜひ考えてみてください。というわけでね、早速彼の生い立ちについて見ていきたいと思います。処刑人一族。遡ること約280年前の1739年、フランス・パリ。この時代のフランスには王を頂点とした身分制度があり、血筋で人々の一生は運命づけられていたんです。シャルル・アンリ・サンソンはフランス全土を代表する処刑人一族サンソン家の4代目当主として生を受けます。処刑人とは裁判によって死刑が確定した犯罪者に対し死刑を執行する者のこと。この処刑人という職業は社会から底辺の仕事とされ、一般庶民からひどい差別を受けていたんです。当時のフランスでは公開処刑が主流。人々は処刑人が罪人の首をくくり、剣で首を落とし手足に杭を打つ姿を恐れ意味嫌っていたんです。処刑人はその差別から病院を使うことができず、商店に行っても物を売ってもらえないため買い物にも苦労するほど。そのためシャルルは身元が知られる地元の学校に通うことができず、素性を隠して地方の寄宿学校に通っていたんです。学校に入った初年度こそ旧友たちとも仲良く遊んでいました。しかし2年目に入って間もなくシャルルは処刑人の子供だと旧友たちの間に知られてしまうんです。するとそれまで仲良く遊んでいた友人たちはシャルルに嫌がらせをしたりいじめるようになりました。さらに旧友の保護者たちはシャルルを退学させるように学校側に申し入れたんです。こうしてシャルルは学校に通うことができなくなってしまいました。シャルルの絵だって自分で選んで処刑にしてるわけじゃないのに、ちょっとこれはひどすぎるわよ。そうっすよね。このようにね、処刑人のね、家族というだけでね、理不尽な扱いを受ける時代だったんです。しかしその一方でサンソン家は貴族並みの年収があり、経済的には豊かでした。差別の対象となっていますが、処刑人は国の役人、高額の年俸をもらっていたんです。その額は年間約1万6000リーブル。これを日本円に換算すると800万円ほどなんです。ちなみに当時の労働者の平均年収が40万円程度だったので、相当な高級取りだったわけなんです。またサンソン家は代々処刑人とは別にもう一つの顔がありました。それは人の命を奪う処刑とは正反対の医者としての顔。処刑人たちはどうやったら人が死ぬかを研究し、人体の構造を熟知していたんです。そしてその知識を医療に応用していました。サンソン家の医者としての評判は上々で、貴族がお忍びで治療に訪れるほどなんです。この人たちさ、差別受けてて病院にも行けなかったのかもしれないからさ、自分で病気になったら自分で治さなきゃいけなかったのかもしれないわよね。それもね、一個あると思うんですけど、実はね、もう一個仮説があってですね、やっぱり国から任命された仕事とはいえ、人をね、殺す仕事。やっぱり普通の人だったら、もう殺す側だとしても心に傷をね、負ってしまうと思うんですよ。それをね、人をね、助けるっていう施しによって、自らのね、心のケアをしてたんじゃないかなってね、僕はね、思うんですよね。そしてシャルルが15歳の時、ついに処刑人デビューを果たす時が来ます。そのきっかけはサンソン家の3代目当主である父が脳卒中で倒れたためでした。そこで長男であるシャルルが代理を務めることになったんです。彼が初めて処刑した罪人は若く美しい女性。泣きわめき暴れる女性を前にシャルルは激しく動揺します。そのため女性を無駄に苦しませることになりました。シャルルは絞首刑を何度も失敗。ようやく6度目にして処刑を果たすんです。こうして初仕事は無様な結果となったんですが、場数を踏むうちに徐々に仕事に慣れていきます。しかしこの2年後、彼は知ることになるんです。処刑の本当の恐ろしさを。
んな処刑でも恐ろしいけどね。なんかすっごい残酷な処刑方法とかを見ちゃったのかしらね。いや、そうなんですよ。実はね、この後シャルルはもうね、歴史的に見てもね、もう本当にとんでもない残酷な死刑にね、立ち会うことになるんです。しかしね、それを紹介する前に、まずはね、当時の一般的な処刑方法についてね、説明していきたいと思います。史上最悪の処刑方法。18世紀のフランス人にとって処刑は娯楽としての役割もありました。ごめんな。処刑の見物は現代のスポーツ観戦や感激と同じような感覚だったんです。どういうこと？人々は三尊家を意味嫌いつつも処刑を一種の気晴らしとして楽しんでいたんです。当時のフランスの死刑は主に2種類。公主刑と斬首がほとんど。首。貴族などの死刑囚は剣による斬首。身分のない庶民は公主刑となるのが一般的だったんです。公主刑は特に技術がなくても可能なんですが、斬首は別なんです。罪人が苦しまないように首を切るのは至難の技。三尊家のような手慣れた処刑人でないとなかなか成功しませんでした。時にはベテランの処刑人でも失敗することがあるほどで、若き日のシャルルも失敗しています。失敗されたらさ、何度でも切りつけられちゃうわけでしょ。めちゃくちゃ怖い。失敗すると生きてるからね、意識あって一番痛いですよね。中にはね、何度も失敗されて、30回以上も切りつけられた人もいるんですよ。また犯した罪によっては斬首どころではない非常に残酷な方法で処刑された罪人もいたんです。それはシャルルが18歳の時、国王ルイ15世の暗殺未遂で死刑となったダミアンという男の処刑が行われた時のこと。この処刑を実際に取り仕切ったのはシャルルの叔父のガブリエル・サンソン。この時シャルルは立会人として横で見ているだけだったんですが、ここで彼は処刑の本当の恐ろしさを知ることになるんです。その処刑方法とは八つ裂きの刑。もう名前が怖いもん。まず処刑が執行される前に死刑囚ダミアンは処刑人とは別の拷問専門官のもとに連れてこられます。どんな職業それ。そこでダミアンは体中を刃物で切り裂かれ、傷口に沸騰した油や溶けた硫黄と鉛が注ぎ込まれるという地獄の拷問を受けるんです。そうして見るも無残な姿になったダミアンが処刑場に来たダミアンは十字架に縛り付けられ、両手足それぞれに1本ずつ縄をかけられるんです。そして4本の縄それぞれを馬にくくりつけて一斉に引っ張るんです。こうしてダミアンの体は八つ裂きに。この刑は国王殺害犯などの最も重い犯罪を犯した者にだけ適用されるもので、実際に執行されるのは140年ぶりのこと。そしてこの処刑を執り行ったシャルルの叔父ガブリエルはあまりの残酷さにショックを受け、精神を病んでしまうんです。そして二度と処刑執行ができなくなり引退することになるんです。このように残虐な処刑に数多く立ち会ってきたシャルルは処刑を執行する傍ら死刑の廃止を望むようになっていきました。しかし皮肉なことに彼はその生涯で人類史上2番目に多くの人を処刑することになったんです。その数はなんと3000人以上。ではなぜシャルルはこれほど多くの人間を処刑することになったのか。それはこの後起こる歴史的事件が関係しているんです。この後フランスは激動の時代を迎えるんです。そしてシャルルの運命も大きく変わっていきます。激動の時代。18世紀末のフランスを統治していたルイ16世。彼の代のフランスは大変な財政難に陥っていました。その原因はルイ14世のベルサイユ宮殿の増築やルイ15世が行ったイギリスとの植民地戦争の敗北。これら歴代の国王や貴族たちが国費を湯水のように使っていたんです。そして財政難のせいでルイ16世の統治下の民衆は重い税を課せられていたんです。そのため民衆は稼いでも搾取され、その日の食べるものも困るほど苦しい生活を強いられていたんです。しかも重税を強いられていたのは庶民だけ。信じられないことに貴族や聖職者は税金を払うこともなく贅沢な暮らしを続けていたんです。そしてルイ16世が国王となって15年目の1789年7月14日、この日ついにフランス国民の怒りが爆発。怒れる庶民たちがパリ中心にあるバスティーユ牢獄を襲撃したんです。バスティーユ牢獄は国家に逆らう政治犯を収容する牢獄。国王の絶対的権力と言論弾圧を象徴する存在となっていました。そしてこの事件をきっかけにして革命が始まったんです。この革命によって多くの人々が処刑されることになり、処刑人シャルルもまた時代の渦に巻き込まれていくんです。ここで本日のメトラーキーワード、フランス革命について。当時のフランスでは身分が3つに分かれていて、第1が聖職者、第2が貴族、第3が身分のない庶民でした。聖職者や貴族は税金を免除され広大な土地を所有し、それだけでなく国家全ての権力を掌握していたんです。そうした聖職者や貴族が持っていた特権を廃止して、みんなが平等である社会を作ることが目指したのがフランス革命なんです。いい革命だな。フランス革命によって処刑制度も変化します。先にもお伝えしたんですが、それ以前は貴族は斬首、庶民は公主刑でした。しかし法の下は平等
等という理念の下で、同じ種類の犯罪は同じ刑罰で処罰することが国会で成立。つまり身分を問わず斬首による処刑に決まったんです。しかしね、先ほどねお話ししたように、剣でね処刑するってやっぱ難易度高いんですよ。力もいるし、でもねその問題をね解決するねあるね恐ろしい処刑装置がね生まれてしまうんです。その処刑装置とはギロチン。もうね、もう名前が怖いもん、ギロチンって。もう2本の柱の間に吊るした刃を落として罪人の首を切断するものなんです。人の手によって斬首していたのとは違い、誰でも簡単に人の命が奪えるような設計でした。またギロチンが発明された裏には受刑者の苦痛を和らげさせるためという思いもありました。しかし皮肉なことに、これが発明されたことで以前の何倍もの人たちが処刑されることになったんです。そしてこの後シャルルは罪のない人々や敬愛する人物までをその手で処刑することに。それらの処刑によって彼は歴史に名を残すことになったんです。尊敬する人を自分でやっちゃわなきゃいけないわけでしょ。しかもね、この後ね、シャルルがね処刑する人物ね、皆さんも知っているあの人物なんです。恐怖政治の始まり。1789年に市民がバスティーユ牢獄を襲撃。1799年にナポレオン一世がクーデターで政権を奪い取るまでがフランス革命とされているんです。革命が始まった当初はまだ国王ルイ16世の人気は健在。しかしあることをきっかけに人気は凋落したんです。1791年、隣国のオーストリアやプロイセンは自国へ革命が波及しないようにフランスへ攻め込みます。当然フランス国民は革命を守るために義勇兵として参戦。しかしこの時ルイ16世は取り返しのつかない失態を犯すんです。なんと彼は国を背負う王であるにもかかわらず、敵国であるオーストリアに亡命を図ったんです。しかし逃亡は失敗。パリを出る前に捕獲されてしまうんです。こうして国王ルイ16世は国民を見捨てたとみなされ、権威が失墜。そしてその後王権を剥奪され、裁判にかけられてしまうんです。国王の有罪を主張する側の理屈はこうでした。ルイ16世は悪い男じゃない。だが本来主権とは庶民にあるもので、王とはその主権を簒奪しているんだ。王政そのものを裁かねばならない。よって国王ルイ16世は死刑にするべきだ。こうして裁判にかけられたルイ16世は有罪となり、ギロチンで処刑されることが決まったんです。その処刑を執行するのはもちろんシャルル。処刑の前夜シャルルは一睡もできませんでした。というのも彼はルイ16世と面識があり、その穏やかで気取らない人柄を尊敬していたんです。逆らえないわね、その時代においてはね。もういかにね今がねいい時代かってことでもありますよね。処刑当日、血の気の失せた顔でシャルルは待ち続けます。勇気のある誰かが国王の奪還に訪れることを、奇跡が起きて国王が救われることを期待していたんです。しかしそれは当然叶わぬ願い。こうしてシャルルは国王ルイ16世の首にギロチンの刃を落とし、血のついた首を群衆の前に掲げました。ルイ16世の処刑後、フランスは革命派と反対勢力に二分して内乱状態に陥りました。そこで国会を牛耳っていた革命派は反対勢力に対し大規模な粛清と弾圧を展開。そして革命派たちは弁護人や証人なしの裁判を行い、反対派を次々にギロチン台送りにしたんです。それらの処刑を一手に引き受けることになったのがシャルルだったんです。こうして彼は死刑制度に反対していたにもかかわらず、3000人以上の人をその手にかけました。シャルルはその頃の思いをこう書き残しています。死刑制度は間違っている。処刑を実行する人間を必要とし、その人間に法と正義の名において殺人という罪を犯させるものだから。死刑制度は処刑人一族という呪われた一族を生み出すからだ。しかし彼の死刑を廃止するべきだという願いは生前に叶うことはありませんでした。その願いが叶ったのは彼の死後175年も後の1981年のこと。そしてもう一つ、実はシャルルは庶民の憎悪を一身に集めフランス革命のきっかけを作ったあの人物も処刑しているんです。その人物の名前は、また何回来させんのあんた。メトラーノ諸君、失礼するぞ。私の名前はヴァンパイアのケンだぞ。You know？ 闇人形のヤミリですわ。あんたまたやったわね、本当に。まあでもなんか、今日は登場が遅かったわね、今回は。そうっすね、あまりに早く来すぎるとちょっとあんまり不評だったんで僕は大好きなんですけど、はい、前回お邪魔した動画のコメント欄に割り込みは嫌ってメトラーのコメントを見かけて、しょうがなく最後に割り込んでやったのですわ。でもまるで私たちが悪いみたいじゃないのよ。ヤミリ君、髪の毛むしるのやめなさい。でも確かに我々が軽率すぎたんだぞ。もうめちゃくちゃ反省してんじゃないこの子たち。もうなんかさ、続きあったんじゃないの？なんか誰か紹介しようとしてたじゃん。まあそうなんですよ、実はねまだね処刑されたねある人物の名前が言えてないんです。マリー・アントワネット様のことでしたら、私たちのチャンネルミッドナイトムーンで
で紹介していますので、あなたたちは口出し不要なのですわ。そう、マリー・アントワネットの話も知りたいメトラーはミッドナイトムーンで待ってるぞ。絶対に来るんだぞ。彼女のことを知ることでこの時代のフランス国民の怒りがより理解できると思うぞ。というわけでね、皆さんね、サブチャンネルじゃないんです。姉妹チャンネルのミッドナイトムーンご覧ください。あ、でもね、検索からでしかいけないんで、リンク貼らないんで、どうしても見たい人だけ見てください。ありがとうございます。